ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。名前の通り京都と大阪を結ぶことを主軸として、主に京都府や大阪府、滋賀県を中心に運行している京阪電気鉄道株式会社京阪電車。大阪、京都、滋賀の3府県で通勤通学生活需要を担うとともに、豪華な車内設備を誇ることで知られる特急電車でも知られています。さらに運賃は JR と比べて比較的安価であり、 JR や阪急が届きにくい京都の三条や近くに京都御苑がある出町柳に向かいやすく、京都観光でも競合する路線と互角な手段となっています。そんな京阪電車ですが、主軸路線では列車の種別ごとに両数が8両7両と混在しています。京阪電車は基本的には7両が大半を占めていますが、残念ながら8両編成化はなかなか進みません。それは一体なぜなのでしょうか。そこで今回の動画は、なぜ京阪電車に7両編成が大量に在籍していて8両編成化が進まないのか、その理由について解説・考察をしていこうと思います。それでは本編へどうぞ。京阪電車の概要。京阪電車は主に大阪府、京都府、滋賀県をテリトリーとしている鉄道会社である京阪電気鉄道が運営している路線全般を指す呼称です。主に大阪側の拠点駅で地下鉄御堂筋線と乗り換えできる淀屋橋を起点として、 JR 環状線と乗り換えができる京橋を通り、森口市、茅島、枚方市、葛葉、中所島、丹波橋、七条などを経由して三条までを結ぶ京阪本線を基軸に、三条から延伸する形で出町柳まで結ぶ応答線、中之島と天満橋を結ぶもう一つの大阪の拠点路線である中之島線、枚方市から分離して喜斎地までを結ぶ片野線、そして中所島から分離して宇治までを結ぶ宇治線という5つの路線で構成されている京阪線系統と、直通先である京都市営地下鉄東西線との接続駅である三笠木から京阪山科、篠宮などを経由し琵琶湖浜大津へ向かう京神線、そして石山寺から京神線と接続する琵琶湖浜大津を通り、坂本比叡山口までを結ぶ石山坂本線の2つの路線で構成された大津線系統の2つの系統でできています。またそれ以外にも石清水八幡宮駅近くのケーブル八幡宮駅と、石清水八幡宮の近くにあるケーブル八幡宮三条駅を結ぶ石清水八幡宮参道ケーブルも運行しています。その中で基本的に京阪電車と呼ばれているのは、一般的な電車が走っている本線、応答線、中之島線、片野線、宇治線で構成される京阪線系統の5路線となっております。京阪電車は大阪府と京都府を結ぶ大動脈路線であると同時に、競合する JR や阪急京都線と熾烈な競合にさらされており、特に近年は JR の快進撃に対して利用者を奪われているものの、通勤・通学、さらに大阪府や京都府を走るという特性上、多くの観光客にも利用されている路線となっております。また京阪電車は各駅停車、区間急行、準急、通勤準急、急行、通勤快急、快速急行、特急、ライナー、快速特急楽々と、実は日本の大手私鉄の中で1位の種別数を持っています。ちなみにかつては軽特急や深夜急行など、他にもいくつか独特の種別名を持つ電車がありました。その中で特急は淀屋橋と出町柳の間を1時間弱で結び、阪急電車の特急や JR のチートよりも時間がかかるネックはありますが、その分8000系に代表される豪華な特急電車を運行していることが特徴で、通常料金だけで2階建て車両にも乗車ができるほか、追加料金を支払うことでさらに豪華な特別車両であるプレミアムカーに乗車することも可能となっております。なお京阪電車でプレミアムカーが成功したことを受けてか、 JR ではチートに A シート、阪急では京都線の特急にプライベースを連結と、有料着席サービスでも競争を繰り広げることとなっています。京阪電車の編成両数。京阪電車は
その運行形態やサービスに多くの特色がありますが、本線系統の編成両数に注目してみると、両数が路線や種別によって違うことがわかります。一般的に多くの鉄道路線では、1路線あたりの編成両数が統一されることが多いです。例えば大阪メトロ中央線は近鉄京阪田線と直通していますが、全区間6両編成で統一されています。しかし京阪電車では、編成両数が路線や列車の種別によって異なる点が特徴的です。まず本線、大東線、中之島線は今のところ全て8両編成または7両編成となっております。一方で本線系統の支線にあたる片野線、宇治線では全ての列車が4両編成として運転されていて、路線の性格や需要に応じた編成が選ばれていることが分かります。ただしイベント列車や臨時列車などにおいて、片野線や宇治線へ直通する電車が運転される場合においてなど、4両編成型の路線で走行する機会もあります。さらに編成両数は列車種別によっても違い、各駅停車、区間急行、準急、通勤準急はその多くが7両編成で運行されており、特に中所島、出町柳間を含むこれらの種別の電車は後から述べる理由により全て7両編成以下での運転となっています。一方で急行、快速急行、通勤快急、特急、快速特急楽々といった比較的速達性の高い種別については、一部の電車を除いて基本的には8両編成で運行されています。このほか、かつては他の両数の編成も存在しており、近年でも5両編成や6両編成が存在していました。しかし5両編成は主な活躍場だった片野線や宇治線のワンマン化および本線系統での輸送力増強などが影響して、それに伴う4両編成への置き換えや編成替えなどにより消滅。6両編成は7両編成の5扉車5000系置き換え用車両として2021年に1万3000系30番台として導入されましたが、これらも4両編成への組み替えで2024年までに消滅しております。編成両数における京阪電車の歴史。このように京阪電車には多くの7両編成が在籍していますが、一方で8両編成への移行が遅れていることがわかります。なぜ京阪電車の8両編成化は進まないのでしょうか。まずは編成中の車両数に焦点を当てながら京阪電車の歴史を紐解いていきます。京阪電車は新一万円札の肖像画としても採用され、現在のみずほ銀行やりそな銀行のルーツとなる銀行や現在の王子ホールディングスおよび日本製紙、東急なども設立しており、日本の資本主義の父としても名高い渋沢栄一など複数の実業家が1901年に敷設することを計画したことにルーツを持ち、1910年に1両編成で運行を開始しました。開業当初は大阪側の拠点駅は現在地下鉄谷町線と接続する天満橋であり、京都側の拠点駅は現在の清水五条駅にあたる五条駅でした。その後、延伸や駅の廃止、駅の建設、さらに急行の新設などを繰り返し、利用者の増加に伴い、14年後の1924年に京阪電車は2両編成になりました。1932年にはトロリーポール式だった終電方式について、全車両がパンタグラフを用いた終電方式に変更され、1938年に朝夕のラッシュ時に限り3両編成の運行を開始しました。このまま少しずつ編成数が増えていくと思いきや、1931年の満州事変や1937年の日清戦争の勃発などの流れから、1939年に第二次世界大戦が勃発することとなってしまい、1941年から太平洋戦争も始まります。その戦時体制下の陸上交通事業調整法により1943年、阪急と合併して京阪神急行電鉄の運営となってしまいました。そして1945年、大阪大空襲や京都空襲の影響で天満橋駅と付近の施設、滝井駅付近の線路、野田橋駅が焼けてしまいます。もちろん戦争状況下で資材が不足していることもあり、
延伸や編成数追加をするどころではないレベルで、京阪電車は大きなダメージを受けてしまいました。その後1945年に終戦を迎えた後、数年かけて被災した駅は無事にほとんど復旧しました。復旧した後は1949年に阪急から再度分離独立し、新京阪が阪急に実質的に奪われるような形で阪急京都線になりましたが、京阪線系統は京阪電車の運営に戻りました。会社分離から1年後となる1950年に天満橋、三条間を走る特急が新設され、これとほぼ同時期に4両編成の運行を開始し、再び京阪電車の成長が始まります。そしてここから京阪電車は急行や特急のような優等種別に力を注ぎ始めます。1952年に大気線の新設や線路改良工事、新車の導入などたくさんの努力をした結果、特急はなんと所要時間を当初の53分から5分短縮し48分となりました。さらに同年に30分間隔、1年後に20分間隔と特急の本数を大幅に増便しております。その後特急は所要時間をさらに42分に短縮するのと同時に特急の5両編成化がスタートしました。高度経済成長期が始まった1958年になって一部の急行に限り6両編成での運行を始めるようになった後、1963年には天満橋から御堂筋線と接続する淀屋橋まで延伸開業し、大阪の中心へのアクセスがより容易になりました。1967年についに現在とほぼ同じである7両編成の運行を開始しました。その後は複々線化工事や高架化工事、ATS の設置、自動改札機の設置や変電所の新設、さらに点字ブロックの設置など京阪電車の設備は近代化が進んでいきます。その中でも長らく7両編成までの運転が続きましたが、1985年に入ると現在の最長両数である8両編成で運行が開始され、当初は一部の急行に限っての運転でしたが、1987年にほとんどの急行が8両編成化。その後1989年に三条から延伸する形で出町柳までを結ぶ応答線が開業しました。それと同時に特急は全列車が7両編成以上になり、その後1998年までに特急も8両編成になりました。このまま同じように全種別を8両編成にすると思いきや、2024年8月現在、今も通勤準急以下の種別では7両編成を主体とした運行となっており、8両編成にはなっていません。なぜこのような現状になってしまっているのでしょうか。京阪電車で7両編成が大量に在籍していて、8両編成化が進まない理由とは？京阪電車で8両編成化が進まない要因は大きく分けて2つあります。まず1つ目の要因は、駅の構造上、ホームが7両編成までしか対応していない駅があるからです。東福寺、伏見桃山、住染、鳥羽街道の4駅がそれに該当します。ここで一例として JR 奈良線との乗り換え駅である東福寺駅とその周辺の地図について見てみましょう。東福寺駅自体は2面2線の相対式ホームを持つ駅ですが、駅の両側を小さな踏切で囲まれていることがわかります。さらにホーム両端には九条通りの高架橋が線路をまたぐ形で設置されており、このためホームの延長がどちらの方向にも困難な状況にあります。これらの要素が重なり、東福寺駅での8両編成化は非常に厳しいと言わざるを得ません。そのため JR 奈良線に乗り換えれば1駅で京都駅に向かえ、JR では普通電車のほか快速、区間快速、宮古寺快速も停車する環境なのに、京阪電車では長らく9個以上の電車が停車できず、京都駅へ向かうのであればより手前の丹波橋を利用して近鉄電車を介して向かう方がいい環境が続いているのです。このように踏切に挟まれてホームが延伸できない駅は東福寺以外にも伏見桃山も該当しております。一方で住染と鳥羽街道については大阪片野直前に踏切があり、
一見すると8両編成に対応できるかもしれません。しかし墨染めは京都方のすぐ先にカーブがあるほか、住宅と住宅に挟まれたような敷地に所在するだけでなく、ホームの京都方はかなり狭くなっています。鳥羽街道も墨染めと似たような状況にあるといえ、墨染めよりは京都方ホームの幅員などがまだマシと言える状況なのですが、こちらも東側は JR 奈良線の線路、西側は任天堂のオフィスに囲まれ、同様に拡張が難しい状況にあると言えます。それ以外にも京阪電車の大阪側拠点駅である淀屋橋駅も、京阪電車の8両編成化の大きなネックになってしまっています。淀屋橋駅のホームは島式一面2000ホームを延長した形で、延長部は奥側にある4番線と縦列停車させて使用できる1番線と、切り欠きホームとなっている2番線として供用されています。その切り欠きホームである2番線が7両編成までしか対応しておらず、若干使い勝手の悪い乗り場となってしまっているのです。さらに淀屋橋駅は1960年代に開業した地下駅であり、なおかつ地下鉄御堂筋線の線路などに囲まれているため、拡張できるスペースもないのが現実です。この制約を解消する目的を果たすためなのか、京阪では大阪側のもう一つの拠点として中之島線を建設し、淀屋橋駅の隣接地に同一駅扱いとなる大江橋駅を設置しました。それで淀屋橋と中之島の2駅で分散させることを狙ったものの、結局は中之島線の利用者が低迷していることを背景に、あまり分散できていないというのが現実となっています。この他に2つ目の要因として、京阪電車の8両編成化が遅れてしまったことも挙げられます。京阪電車はかつて京都市電や大阪市電と平面交差し、1983年度 1500V への昇圧までが線電圧は 600V のままと、なかなか昇圧工事ができていませんでした。電圧が低いと、それに比例して電車のパワーも低くなり、必然的に編成両数も少なくなる傾向にあります。さらに阪急京都線は新京阪鉄道時代の1928年、JR 京都線も国鉄東海道線として使用がなされており、JR 京都線という愛称が付与される前の1950年代までにはいずれも 1500V への昇圧が完了しておりました。それらと比較すると京阪電車の 1500V 昇圧はかなり遅れていることがよくわかります。では、このような状況でも昇圧はしなかったのでしょうか？実際に1959年にそのような検討はされましたが、京阪電車は1975年の輸送量が1959年の 200% になると仮定しても 600V 電圧7両連結で対応できると言っており、さらに前述した京都市電や大阪市電と平面交差も影響し、この頃には結局昇圧は見送りとなりました。しかし1963年の淀屋橋延伸を機に京阪電車の利用者数は爆発的に増加します。日本の高度経済成長と合わさって利用者数は検討された1959年と比べて約2倍へ増加。そのため急遽京阪電車は1968年に昇圧工事の準備を開始し、翌年の重役会議で正式に昇圧工事が決定されました。なおこの昇圧は本来京都市内の地下化が敢行し、平面交差がなくなる1981年に実施される予定でした。しかしオイルショックの影響で工事費が急激に上がったことと、利用客の増加が止まったことにより延期され、実際にはそれから2年ほど遅れた1983年12月の昇圧実施となりました。これは当時の大手私鉄14社の主要路線の中では最も遅い 1500V 昇圧となってしまっています。ちなみに京都市内の7条3条間の地下化完成についてはそれよりもさらに遅れた1987年のこととなりました。もし早めに 1500V への昇圧をして8両編成化が始められていたならば現在のような問題は生じなかったかもしれません。しかし7両編成までしか対応できない 600V のまま運行され 1500V への昇圧が遅れてしまった影響によって現状では土地などの制約がより厳しくなってしまったことなどにより
全列車の8両編成化が難しい状況が続いているのです。今後7両編成が消えて8両編成化が進む可能性はある？ここまで8両編成化のネックに関することを説明していきましたが、このような状況でも8両編成化が進む可能性は出てくるのでしょうか？ところでここまでの解説の中において7両編成までしか対応していない駅に関することを説明しましたが、これらの駅については今後もこのまま7両編成までしか対応できない状況がずっと続きそうです。この時点で完全な8両編成化は無理でしょう。また大阪側の淀屋橋、中之島から淀までの区間では8両編成が全ての列車種別で運行できますが、中所島より先では9校以上の列車種別でしか運行できません。しかし現在は昼間の急行の運転が原則なくなってしまい、その他の種別の本数も減少しているため、一般車8両編成は残念ながらあまり使用されていません。2024年現在では平日の昼間は基本的に運用されておらず、土休日はごく少数が茅島や枚方市発着の各駅停車で運行されているのみ。8000系と3000系にプレミアムカーが組み込まれた現在、それらの大総用車両としての使い方もできなくなっており、使い勝手が悪くなってしまっていると言わざるを得ません。それを示すかのように9000系が全部7両編成になるなど、近年は編成替えなどにより8両編成自体の本数が減っており、それに代わって7両編成の本数が増えていることもまた現実です。ただし最近になって4両編成で片野線や宇治線で使用されてきた13000系0番台4両編成を2編成並結した8両編成が誕生するなど、状況に応じて8両編成が増減することはございます。このほか近年の社会情勢も影響を与えています。 COVID-19 感染症のパンデミックが流行したことによる働き方改革の一環として広まったリモートワークやオフィス出社とリモートを組み合わせたハイブリッドワークの普及、京阪沿線の人口減少やパナソニックなどの沿線事業所の減少、阪急、JR、大阪メトロなどへの乗客の流出、大阪側、京都側双方での中心街の移動などの要因により、京阪電車の乗客数はかなり減少傾向にあります。これに伴いかつてと比較して輸送量が大幅に減少しており、京阪電車では大幅な減便を強いられています。このような状況では8両編成化を推進する理由はないと言えるでしょう。このように様々な要因が重なり、京阪電車が8両編成化を強引に進めるメリットは非常に少ない状況です。むしろかつてと比べて大幅に乗客の減少が進んでしまった現状では、8両編成も徐々に減少傾向にあると言えるのが現実です。結論として、現在の状況を打開する策は非常に限られており、特に一般車は8両編成が完全に消滅する可能性も否定できないのです。なお近年京阪電車が大減便を強いられた理由については、こちらの動画において別途解説をしております。概要欄からアクセスができますので、合わせてぜひご覧ください。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって、京阪電車の8両編成化が進まない理由について、主に通勤準急以下の列車が停車する東福寺、伏見桃山、住染、鳥羽街道といった駅や、特殊なホームである淀屋橋駅3番線が8両編成に対応せず7両編成までしか対応していないことが大きく関係すること。さらにその駅のほぼ全てが敷地上の制約でホームの延長が難しい状況であること。8両編成化が比較的遅く、8両編成化を始める前に7両編成までしか対応していない駅の周りが栄えてしまったこと。その原因としてはが線電圧の 600V から 1500V への昇圧が遅れたことがあること。COVID-19 感染症によるパンデミックや沿線人口減少、パナソニックをはじめ沿線事業所の移転、閉鎖などの理由により、大減便を強いられるレベルで乗客が伸び悩んでしまっていること。そういった理由などがあり、
京阪電車の8両編成が近年減少傾向であることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますのでぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。